言いたいことも言えないこんな世の中じゃパンダ。はい、ということで皆さんこんにちは。東京アルコーカのココナッツです。2026年現在、ついに上野からパンダがいなくなってしまいましたね。まあ、大人の事情には触れないことにして、本日はここ上野公園にまつわるとある歴史についてお話ししながら、皆さんとご一緒に歩いていこうと思います。それではまず、誰もがよくご存知の上野動物園から早速行ってみましょう。はい、こちらはちょうど動物園の正面口から入った場所になります。おや、右手に見えますのは何でしょうか？どうやらパンダの記念写真カードみたいですね。ちょっと未練の思いが寂しく感じられます。私は生まれてから今日までこの道を何度歩いてきたか数えきれません。数年前まで動物園の入り口横に子供向けの小さな遊園地があって、すごく安くて楽しめたんですが、それも老朽化のため撤去されてしまったのが悲しいです。右手にはオレンジの建物が見えてきましたね。こちらはサーラータイと呼ばれていまして、2007年に日本とタイの修好120周年を記念してタイから動物園に贈られたものです。いやー、世界情勢が不安定な今だからこそ友好は大切にしたいものだと感じさせられます。前方に見えますのは五重塔ですね。なぜ園内にこのような建物があるかと申しますと、現在の上野公園周辺の一帯は江戸時代に作られた寛永寺というお寺の広大な敷地の一部だったからなんですね。上野の丘もかつては東叡山と呼ばれており、西の比叡山は京の都を守る、東の東叡山は江戸の地を守るとされていました。建物の構造は土台からてっぺんの先まで心柱が貫いており、その柱を大日如来に見立て、周囲には弥勒、薬師、釈迦、阿弥陀の4体の仏像が安置されていました。現在では国立博物館で大切に保管されています。さて、あれこれと前置きが長くなってしまいましたが、ここからが本題の今回ご紹介する歴史の出発点になります。こちらは観観亭という茶室を再建した建物です。江戸時代にはこの茶室のそばに観賞院という寺院がありました。ここを本営として戦ったのが彰義隊です。皆さんは彰義隊をご存知でしょうか？徳川幕府が治める江戸時代が終わり、新政府による明治の時代へと移りゆこうとするとき、幕末の江戸城無血開城は有名ですが、実際には全国各地で争いや反乱が起こりました。いわゆる戊辰戦争ですね。実はこの上野の地でも壮絶な戦いが起こりました。それが上野戦争です。慶応4年5月15日、天候は雨。旧幕府軍の彰義隊と新政府軍との激突です。結果としては、わずか1日で旧式の武器しか持たない彰義隊は、最新兵器を持っていた新政府軍に大敗しました。幕府があったこの江戸の地での敗北は、各地の旧幕府軍にも衝撃を与えました。その後も旧幕府軍敗退は続き、時代は明治へと移っていきます。つまり、上野戦争は江戸時代の終わりを象徴する戦いだったということです。そんな彰義隊についてご紹介したい場所があります。こちらは
ゴリラの飼育されている森のエリアですが、あちらの丘の上に見える建物は私が通う上野高校です。実は上野高校には将棋隊についての深い歴史が刻まれています。ということで、次は動物園を出まして、皆さんと一緒にちょっと上野高校に登校してみましょう。こちらはちょうど動物園の東園と西園の間を通る道です。だいたいこの辺をうろうろしている外国人は高確率で迷子になっており、なぜかのほほんとしている私はよく声をかけられてしまう体質です。こちらの丘に登っていきます。ここは毎日私にありがたい苦行を与えてくれる、その名も清水坂です。当時は樹木で昼でも暗い場所であったことから別名暗闇坂とも呼ばれます。ちなみに後ほどご紹介する清水観音堂の前にある坂は同じ漢字でも清水坂と呼びます。さて、ようやく到着いたしました東京都立上野高校でございます。それでは入りましょう。あ、歴史の先生、こんにちは。門からまっすぐ歩くと第一グラウンドが見えてきます。奥に見える緑色の屋根は寛永寺護国院です。その手前の2本の大きなイチョウの木は樹齢400年を超え学校のシンボルになっています。ちなみに私はこの見た目から勝手にフライドチキンの木と呼んでおります。本校は関東大震災後の東京市の復興事業により第二東京市立中学校として国の協力を得て上野恩賜公園内に設立されました。つまり上野高校は上野公園内護国院跡地に建設されました。校章の由来ですが、東京支省の六角形と18弁の菊の花が組み合わされたもので、中学から高校になった現在は中の字を高の字に変えてやや上部に配置したものです。校舎の中央は吹き抜けになっていて、天井のステンドグラスはとても綺麗です。さて、今回最もご紹介したいものはこちら、上野高校の校歌です。1から3番までの歌詞を見ることができるのですが、戦後に2番は廃止となり、現在は歌われていません。理由はその内容が軍国主義的であったとされたからです。実は上野高校の校歌は、上野戦争と将棋隊について歌われている、なんとも珍しく、そしてとても深い内容になっているんです。詳しい説明は長くなってしまいますので、概要欄に詳細を載せておきます。気になった方はぜひご覧になってみてください。さて、続いては学校を出まして上野公園内を探検してみましょう。こちらはちょうど京成上野駅付近の公園の入り口になります。大寒桜が綺麗ですね。皆さん写真を撮っています。上野の桜は江戸時代から庶民に慕われてきました。カエルの噴水です。たまにカラスが水浴びをしているのを見かけます。カエルさんのお尻が可愛くていいですね。私、右手の喫煙所は避けまして、前方に見えてきたのは水が流れる壁です。こちらはかつて寛永寺の総門であった黒門をイメージしたものになります。この黒門なんですが、
現在も当時の姿のままで残っておりまして、荒川区の円通寺というお寺に移築されています。黒門に実際に近づいてみると、たくさんの銃弾の跡が残っており、当時の戦争の凄まじさがうかがえます。そこでは天野八郎など将棋隊だけでなく、新選組の近藤勇や土方歳三などの名前が刻まれた石碑も見ることができます。将棋隊にはもともとトップが2人いました。慶喜の出身である一橋家に仕える渋沢成一郎と、大使から人望のあった天野八郎です。大義を明らかにするために戦おうとする将棋隊は江戸の庶民から慕われていました。ところがタイの路線をめぐり、渋沢派と天野派が対立。渋沢はタイを離脱し、その後の将棋隊は天野が主導していくことになりました。皆さんご存知の西郷隆盛の像が見えてきましたね。勝てば官軍、負ければ賊軍とは言いますが、堂々とした立派な像です。ちなみに上野戦争を指揮した大村益次郎の像は現在は靖国神社に建てられています。しかし今回ご紹介したい将棋隊のお墓は皮肉なことに西郷さんの裏に隠れるように立っています。敗北した将棋大使の遺体は見せしめのため上野の山にそのまま放置されていましたが、それを見かねた南千住円通寺の住職らによってこの場所で火葬されました。正面の正墓石は明治2年寛永寺の死因にあたる寛昌院と護国院の住職が密かに付近の地中に埋納したものが後に掘り出されたものです。大墓石は明治14年に元将棋隊の生き残りである小川杉太らによって建てられました。将棋隊は明治政府にとって賊軍であるとされたため、政府をはばかって将棋隊の文字はありませんが、戦士の墓と大きく刻まれています。将棋隊の墓から少し奥に進むと清水観音堂が見えてきます。その名の通り京都の清水寺を模して建てられたものです。お堂の中には上野戦争の様子が描かれた巨大な絵が展示されており、寛永寺の一部だった清水観音堂の付近でも激しい戦闘が行われたことを知ることができます。ちなみにこの絵の右上にある一見タケノコのような物体は、実は何とも恐ろしい新政府軍が実際に戦争で使用した砲弾が残っているものです。外に出るとこの清水の舞台の真正面には歌川広重の名所江戸百景で描かれた月の松があります。松の輪を覗いてみると不忍池弁天堂が見えます。それでは次にあちらに向かってみるとしましょう。ここの階段は昔の石造りのままで少し急になっているので慎重に降りていきましょう。この不忍池は滋賀の琵琶湖に見立てられています。今は枯れていますが、夏には大きなハスを見ることができます。ハスの花は午前中に咲き、午後には閉じてしまうため、鑑賞される方はぜひ早めの時間帯に足を運んでみてください。弁財天を祀る弁天堂の前には、弁財天の化身と言われる蛇がとぐろを巻いています。ちょうど見えてきました。今度は反対方向から池を歩いてみましょう。
アヒルのボートに乗っている人がいます。楽しそうですね。柳がなびくちょうどいい風が吹いています。ここの裏側の丘を登っていきますと東京大学があるんですが、実は上野戦争当時、本来は軍艦船用に使用されるほど強力なアームストロング砲という新兵器が東京大学付近から不忍池を越えて寛永寺へと撃ち込まれました。ちなみに旧幕府軍の大砲の飛距離は約1から 1.5km、アームストロング砲は約 3km もありました。そしてこのような新政府軍による容赦のない集中放火により上野は焼け野原となりました。こちらが先ほどのボートの乗り場です。以前上野高校生と思われる人たちがはしゃぎすぎとのご連絡があったため、皆さんボートは安全に楽しく乗りましょう。弁天堂に帰ってきました。あ、いいな。唐揚げの屋台美味しそうですね。最後にご紹介するのは公園の中心部分にある噴水池です。奥には国立博物館が見えますが、かつてこの辺りは寛永寺の本堂である根本中堂があり、上野は江戸一番の観光名所でした。葛飾北斎や歌川広重が描いた寛永寺を見ると、あまりにも立派な姿に驚かされます。しかし、上野戦争後の写真を見ると、その面影は全くなく、当時の戦火の凄まじさがうかがえます。そんな寛永寺は上野戦争でほとんどを焼失してしまいましたが、戦火を免れた輪王寺門跡、御本坊表門、徳川将軍霊廟着学門などは重要文化財として現在もその姿を直接見ることができます。また寛永寺の境内地も彰義隊をかくまったとして没収され、その大部分が上野公園となりました。形は変われど今でも多くの人で賑わっています。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は上野戦争と彰義隊についてのお話がメインでしたが、上野に限らず東京にはかつての江戸の面影を残すたくさんの歴史的な名所があります。最後まで一緒に歩いてくださりありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。